未だ収まらない元ジャニーズの中居正広さん、僕と同い年です。彼のですね、性加害疑惑なんなのかわかんないんですけれども、9000万円で相手女性と何らかの和解をしたと。このね、何らかの和解といって和解内容がわからないのがですね、また皆さんの憶測を呼んでいて、妊娠させて堕胎させた慰謝料というか財産分与代わりなんじゃないかとかですね、とんでもない性暴力を働いて、刑事事件でなくするためにですね、法外な示談金を払ったんじゃないかとかですね、様々ななんかね、憶測が飛んでおりますが、全くこの辺に関して言うとですね、これはもう当事者間でしかわからないことなので、いくら我々が憶測をしてもあまり意味がないということなので、実際問題、どんな状況なのかと、女子アナとタレントの関係はどうなんだとか、そういったところでですね、知ってることだけをお話したいなとも思ってます。性加害の被害者とされる女子アナの方がですね、先輩女子アナの佐々木京子さんですね。僕同級生で、大学、彼女一浪して入ってきたんですけど、ゼミが一緒で何度か一緒にいろいろ同じゼミに入ってたので交流はあったんですけれども、その後ね、最近ちょっとバズってる、僕がまだフジテレビ出禁になってない頃ですね、クイズミリオネアという番組に出させていただきまして、まだミノモンタさんがね、めちゃくちゃ元気だった頃。いや、びっくりするぐらい元気ですね。あの時のミノモンタさん。あの時にですね、私出演して1000万円取ったんですけど、その時の動画がなぜか海賊版でアップされてて何十万再生もされてて割と話題になってたりするんですけど、その時にですね、僕の応援者として出てきてくれたのが佐々木京子さんです、実は。あの頃多分目覚ましテレビかななんかのアナウンサーされてたんだと思うんですけれども、目覚ましの後か。亡くなられた小倉さんが MC やられてた番組なんですけども、特ダネだ。特ダネのアナウンサーやられてて、僕ディレクターが僕のまた同級生だったりとかして、特ダネの僕忘年会行ったことあって、いやー懐かしいですね。その忘年会の2ヶ月後に日本放送買収しちゃったんで、結構大変だったんですけれども、本当佐々木さんね、アナウンサーの女子アナの訴えをスルーしたからとんでもないひどいやつだと。プロデューサー A 氏に報告しなかったみたいな感じですげえ叩かれてるんですけど、そんなひどい人というか、デリカシーのない人でもないんだけどな、僕が知ってる佐々木さんはっていうふうに思ってます。ちょっとその辺に関してはどうなのかな、事実関係わからないんで、これ以上ちょっと僕もコメントしづらいんですけど、なんか番組を欠席されたりとかね、レギュラーの番組欠席されてたりとかして、ちょっとなんかかわいそうなことになってるんで、あんまり憶測とかでですね、佐々木さん叩かないでほしいなと個人的には思ったりもします。で、あとなんか正常の問題みたいなお話とか、プロデューサーがエロプロデューサーだった問題みたいなのありますけど、結構、なんていうのかな、テレビ業界の人たち、艶系というか、エロプロデューサー的な人たちは何人も知っておりますので、僕はどちらかというと、女子アナもそうですけど、どちらかというとモデルさんとかタレントさんの女性に、堀江さんの知り合いのプロデューサーさん、めっちゃなんか、私と寝たらとか、ホテル行ったら仕事くれるとか言われたんですけど、何なんですかあの人みたいなことを言われたりとかして、いやー、俺の前ではそういうこと言わないんでわかんないです、みたいな感じだったりとかすることは、まあまあ、ありますね。その業界の関係者、音楽事務所の人とかですね、テレビ局の人とか、割と権力に傘をかけてですね、この仕事とバーターで、俺と一緒に寝ろ、みたいな、俺の女になれとかですね、そういう風なことを、僕は横で、プロデューサーさんとかが言ってるのを聞いたことはないんですけど、某ファンドの方だけですね、それを聞いたのは横で。某ファンドの方はもうすごく、なんていうのかな、そういったところに恥ずかしげもなくお金を提示してマンション借りてやるだのな、お金を投資するだのなの、おっしゃられてるんで、詳しくは新しい王様というですね、TBS のドラマですね、ぜひご覧になってください。そこに描かれてることは、ほとんど本当ですね。なので、某ファンドの方はそうなんですが、僕はテレビ局のプロデューサーさんとかがそういうことをしているのはあんまり聞いたことがなくて、女の子の方から何なんですかあの人みたいなことを聞いたことはあります。だからそこのモデルさんとかタレントさんはその人とはやってないってことなんだと思いますけれども、あとですね、もう僕はだから女子アナが女子アナを連れてくるみたいな、そういう飲み会とかは参加させていただいたことはあります。大学生の頃から知ってる女子大生が
テレビ局のアナウンサーになったとかですね。それでまたその友達を連れてきたとか、そういった形はあるんですけど、僕は早い時期からフジテレビとわちゃわちゃやったりとかしてるんで、テレビ局から接待をされた記憶があんまりなくて、日本テレビの今日の出来事って番組で、深夜の番組なんですけど、真面目なニュース番組かと思ったら、フジテレビに対して10の質問みたいなのを出されて、フジテレビを買おうとしてるのは、買収するのは女子アナと合コンしたいからだとかって言われて、イエスノーで答えてくださいとか言われたら、マジでお前、ほんと帰るよ俺このまま。酔っ払ってたのもあるんだけど、全く失礼な質問だなって思ったのと、多分別にフジテレビ買収しなくても女子アナと合コンは普通にできますよってかしてますよみたいなこと、あとテレビ局の人にコーディネートされたわけでもないんですけどみたいな、上納されたわけではないんですけれども、合コンとかはやっておりましたということで、唯一ですね、僕今日の出来事をセッティングしたやつが日本テレビの社員になったクソ野郎で、こいつ東日本大震災怖くてですね、沖縄か福岡だかに逃げたやつなんですけど、こいつはマジで最低なやつでですね、どこからか僕がですね、1ヶ月後に逮捕される、東京地検特捜部に逮捕されるっていう情報を掴んだらしく、堀江さん、うちの女子アナと合コンしましょうよって言われて、お前なんかこんなこと今まで言ってこなかったのに何なんだよみたいな感じで、狐に騙されたみたいな状態になってですね、六本木のどこかのですね、飲み屋にですね、連れて行かれて、女子アナ多分3人ぐらい来たかな、日本テレビの女子アナが。これが噂の、あれか、クライアントさんとかを、接待してる、正常のシステムだと思わないんですけど、女子アナ合コン、テレビ局員がセットする女子アナ合コンって初めてだったんで、僕、こういうことなんですね。でも俺なんか、テレビによく出たりとかしてるんで、それで接待してくれてんのかななんて思ってたら、なんとですね、テーブルの下に隠しカメラが何個も仕掛けられておりまして、僕は直接その番組見たわけじゃないんですけど、拘置所から出た時にですね、いろんな複数の方々に言われたんですが、女子アナの人はグルではなかったらしいんですけど、そのディレクターはマジで僕の合コンでの言動みたいなものを一部始終録画してですね、テレビで僕が逮捕された後流したっていう。だからなんかテレビ局員がわかんねえけど、下水んだよな。なんかいろんな意味で。女子アナを使ってクライアントたぶらかそうとか、タレントに接待しようとかですね、そういうツールとしてしか見てねえんだろうな、こいつら。っていうふうには、その事件を通じて思いました。あの頃、あと、フジテレビ以外もですね、堀江版みたいな担当記者、女子アナではないんですけど、記者、可愛い女子記者みたいなものをですね、複数人つけられてましたね、実際。密着取材とかするんですけど、そいつがまた仲いいふりをしてくるんですよ。だからこっちも、この子当時ね、僕も30そこそこなんで、20代中盤から後半ぐらいって別に普通に付き合ってる女子と同じぐらいの年齢じゃないですか。だから、今みたいに52歳とかじゃないんで、やっぱそれぐらい仲良くされるとですね、勘違いもしちゃうじゃないですか。で、気を許してたら、これも何回も擦ってますけど、テレビ朝日のですね、関連会社の女子記者だったらしいんですけど、その人が、東京地検特捜部の強制捜査が入った時に心配なんですよ、私、とかって言って、心配事あったら言ってくださいとかってちょっと弱みを吐いたりとかしたら、それがやっぱり逮捕された後全部流されてたみたいなことがあって、ちょっとテレビ局の人はすごく、特に幹部の人たちゲスくて、そういう女子アナとか女子記者とか美人女子記者みたいなのを使ってですね、良くないことをたくさんやってることだけは事実なんじゃないかなっていうふうに思いました。それでだから、ちょっと、不本意なこともね、やらされたりとかして、メンヘラになったりとかですね、心に傷を負った人たちはたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。ということで、そこだけが私が知ってることでございました。いってらっしゃい。